どうも皆さんお疲れ様です。敷島テトラです。これまで梨が挟まったバーガーとか、米に多量のピクルスと肉だけ挟んだバーガーとか、舞茸がこれでもかとぶち込まれたバーガーとか、変ユニークなバーガーをちょいちょい食べてきました。でもこれまで食べてきた変なバーガーってどれも期間限定商品だったんですよね。なのでユニーク変なバーガーも基本的には期間限定で、どちらかというと試験的な感じで出してるんだと思ってたんですよ。で、この前ふとドムドムハンバーガーのレギュラーメニューを見ていたらですね、お好み焼きバーガーというバーガーがあったんですよね。当たり前のように置いてあるから普通にスルーしてたんですけど、お好み焼きって普通あんまりというかパンに挟むことをそもそも想定されてない食べ物ですよね。お好み焼き屋さんでパンに挟まれて出てくるのを見たことないですもんね。いやー、盲点でした。レギュラーメニューは普通だと信じて疑ってなかったんですが、全然そんなことなかった。そんなわけで今回は当たり前のように置かれすぎてほぼ気づかなかった変わったバーガー、お好み焼きバーガーを食べてみようと思います。それでは早速行ってみましょう。というわけでやってきました東大島です。パラマウントベッドって何ですか？ベッドの会社ですかね。東大島駅に来るのは前回のドムドムに行った時以来ですね。早速東大島店へ向かいましょう。東大島駅のここら辺の雰囲気がノスタルジックで大変敷島好みですね。前回来た時も思ったんですけど、この駅前の集合住宅に圧倒されてしまいます。敷島は集合住宅大好きマンなので、こういうところにばっかり注目してしまいます。というわけで到着しました。ドムドムハンバーガー東大島店です。前に初日に行った時はここにフラスタが置かれてて気づかなかったんですけど、入り口にあるイラスト可愛すぎますね。そしてやっぱり店内も可愛すぎます。ドムゾウくんが夏仕様になっていました。最近暑いもんね。というわけで購入してきました。実家の匂いを感じ取ったのか、うちにいるドムゾウたちが様子を見に来ました。可愛いですね。まずはポテトから食べようと思います。買ってからここまで少し時間が経っちゃったのでしなしなにはなってしまってるんですが、まあ普通にポテトですね。敷島はポテトカリカリ過激派なので、後でカリカリ復活の儀を行って食べようと思います。というわけで意を決して、まあ美味しいような気はしてるので意を決するほどでもないような気はしますが、気になるバーガーの方をいただきたいと思います。断面を見た感じだとキャベツが視界を遮ってあんまりお好み焼き感がわかんないですね。この辺に何かあるっぽいんですけど、これがお好み焼きなんですかね。逆サイドから見たらわかるかなって思ったんですけど、こっちはマヨネーズに浸食されてて何がなんだかわかりませんでした。結構冷えちゃったので一回温め直しました。とりあえず食べてみようと思います。あ、これめっちゃ敷島が好きな感じのやつだ。中にね、お好み焼きが挟まってるんですけど、すごいトロトロの食感で美味しいですね。冷めちゃったんで20秒くらい温めてから食べたんですけど、これね、やっぱり温めて食べた方が美味しいですね。お好み焼きのトロトロ感とこのソースの味がね、すっごい好みです。あと多分なんですけど、これ卵も挟まってるっぽいですね。なんかね、中身を見てみるとお好み焼きの上に目玉焼きが乗ってますね。これ美味しいですね。それとね、この周りのところにいっぱい入ってるキャベツがですね、めちゃめちゃ食感のアクセントになって美味しいんですよね。トロトロな食感のお好み焼きとこのキャベツがね、いいバランスになっててすごい美味しいですね。あ、これ食べてたら途中で卵の黄身が出てきました。なんか上に乗ってる目玉焼きパサパサのやつかと思いきや、めちゃくちゃトロッとした黄身が出てきて、なんかお得な気分になりますね。これは卵中歓喜の展開です。まあそもそもソース味、特にお好みソース味って美味しいですからね。ソース料理で言うとお好み焼きを挟むっていうのはあんまり見たことないですけど、焼きそばパンのなんかすごいものすごい魔改造した亜種みたいな感じで考えれば、それは確かに全然いけるよなっていう感じがありますね。いやー美味しいです。これ今後ドムドム行った時にまた普通にリピートしちゃいそうな気がします。このお好み焼きバーガー、今はレギュラー化してるんですけど、もともとはレギュラー商品ではなかったみたいです。
これは創業から20年以上が経った1993年に初登場したバーガーらしいんですが、1996年に販売を一旦やめてしまったそうです。その後、1998年と99年に半年ずつ復活キャンペーン的なものがあったみたいです。再度復活したのは18年ぶりとなる2017年で、そこからレギュラーメニュー入りして今に至るっていう感じのようで、もともとは最初からあったレギュラーメニューとかではないみたいです。で、なんでこのバーガーが登場したのか知りたかったんですけど、特にね、ネットで調べても情報が見つからなかったんですよね。アメリカの食べ物っていうイメージがあるハンバーガーを日本チェーンでやろうとした時に、日本でしか作れないバーガーを作ろうとしたとか、そういうことなんでしょうか。変なバーガーって登場の経緯が知りたすぎますよね。できれば開発会議とか聞き耳立ててたいですもんね。ちなみにドムドムハンバーガーのレギュラーメニューには普通のバーガーもね結構あって、敷島は撮影外でもたまに食べたりするのでいろいろ食べてみたんですが、個人的に好きなのは甘辛チキンバーガーですね。これはね、日本人が絶対好きな甘辛いタレのかかったチキンバーガーなんですが、鶏肉の部分がねパサパサしてなくてすごいジューシーでめっちゃ美味しいんですよね。これすごくおすすめなので、ぜひね、変なバーガーを食べるとき以外にもドムドムに行ってみてほしいです。敷島はドムドムの新商品情報をゲットすること、通称ドムドムウォッチングを欠かしていないわけなんですが、最近の期間限定商品は結構落ち着いていて、例えば5月に登場したケバブバーガーとかは普通に美味しそうなメキシカン味のバーガーだったりしますし、明日6月30日からは期間限定新商品ジンジャーチキンバーガーという商品が登場します。ジンジャーソースとレモンタルタルがかかった至って普通のチキンのデカさ以外は至って普通のバーガーだと思われます。普通にめっちゃ美味しそうなので、これはどこかで食べたいなと思ってます。ちなみにこれらの情報なんですが、別に紹介してくれと誰かに頼まれたわけではなく、勝手にドムドムウォッチングをして得た情報を皆さんに共有してるだけです。敷島は野生のドムドムウォッチャーです。というわけで食べ終わりました。いやー美味しかったですね。お好み焼きっていうと基本的には絶対にパンで挟んだりしない料理ではあるんですけど、炭水化物×炭水化物の組み合わせって普通に美味しいじゃないですか。なのでね、これも順当に美味しかったです。大きさもねそんなに大きすぎなくて結構ペロッと食べられちゃいましたね。このソースの味がねすごい食欲進む味で良かったです。皆様も期間限定商品以外にもたまにはレギュラーメニューなどをドムドムに食べに行ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまで。また次回の動画でーす。